多様な生命を育んできた地球。その豊かな環境の中で人類は文明を発展させ、今やその活動の場を宇宙へまで拡大しようとしています。しかしながら人類の活動はこれまで地球上の生命を支えてきた循環システムにも影響を与えるようになってきました。名古屋大学宇宙地球環境研究所 ICEE はこうした急激な文明の拡大の中で我々の環境をより大きな視点から捉え直すために設立された新しい研究所です。宇宙と地球のつながりを探る ICEE の研究をご紹介しましょう。明るく輝く太陽。地球上の生命にとってかけがえのない太陽は時折激しい宇宙の嵐をもたらします。太陽フレアと呼ばれる巨大な爆発現象です。太陽フレアに伴って宇宙空間へ放出された大量の高温プラズマと太陽の磁場が地球に到達すると、磁気嵐や極地で見られるオーロラなどさまざまな現象が地球とその近傍の宇宙空間で発生します。ICEE ではこうした太陽と地球のつながりの謎を解明するために、宇宙科学と地球科学の強い連携に基づく総合的な研究に取り組んでいます。例えば極地の夜を彩る美しいオーロラも ICEE の重要な研究テーマです。オーロラに伴って大量の電流が地球の大気に流れ込むため、地上の変圧器が壊れ大停電が発生する場合もあります。また人工衛星や通信、放送、測位システムなどに障害が現れることも報告されています。こうした被害を未然に防ぐためには、宇宙環境の変動である宇宙天気を正確に予測しなくてはなりません。そのため ICEE では衛星データやスーパーコンピュータによるシミュレーションを利用して太陽フレアの発生メカニズムとその影響の解明に挑んでいます。また太陽から噴き出す高速の太陽風を宇宙の彼方から届く電波の揺らぎを使って観測する巨大な電波望遠鏡や太陽風の地球への影響を調べる大型レーダーを運用して宇宙天気研究を推進しています。地球には高いエネルギーの粒子宇宙線も降り注いでいます。それらは主に太陽系の外の天体を起源とする銀河宇宙線ですが、太陽フレアで作られるものもあります。ICEE ではそうしたさまざまな宇宙線を詳しく解析することにより、太陽活動の長期変動や宇宙の高エネルギー現象を調べる研究を行っています。非常にエネルギーの高い宇宙線が大気に突入すると、原子核反応により放射性炭素14が形成されます。ICEE では加速器質量分析計を用いて屋久杉の年輪に含まれている放射性炭素を測定し、今から1000年以上も昔にこれまで見出されたことがないほど大量の宇宙線が降り注いだ痕跡を発見しました。これは超巨大な太陽フレアが起きたためではないかと考えられています。樹木の年輪の他にも ICEE では最新の年代測定技術を用いて堆積物や岩石の分析を行っており、宇宙地球環境の過去から未来を見つめる研究を展開しています。一方、地球上では人間活動による二酸化炭素排出によって地球温暖化と海洋酸性化が進行しています。シベリアの永久凍土の融解に伴ってメタンのような新たな温室効果気体がどのくらい増加するのか、大気組成が変化すると地球上の気候や植物分布はどう変わるのか、アジア域の経済発展に伴って大気や海洋の汚染がどのくらい拡大するのか、
このような問いに答えを出し、人類が自然環境と共生することを目指して、IC では現場観測と衛星観測を統合した研究を行っています。例えば対流圏の大気が温暖化すると、超高層大気は逆に寒冷化し、特に高緯度地方では普通の雲よりも10倍も高い中間圏に雲が現れることが分かってきました。このように地球の表層から超高層大気までを包括的に捉えることにより、地球環境の長期的な変動をこれまでにない視点から解明する研究を IC では推進しています。地球の熱帯域では太陽光が海水を温め、海水の蒸発と雲の形成によって熱エネルギーが再分配されます。IC では台風や集中豪雨が地球温暖化や気候変動に伴ってどう変化するのかを調べるために、独自に開発した大気海洋波浪結合モデルを用いた数値シミュレーション研究を行っています。さらに雲や降水システムの形成過程における海面水温や大気中のエアロゾルの役割を調べるために、人工衛星センサーや陸上レーダーなどのリモートセンシング技術を用いた研究開発を行っています。台風や積乱雲など対流圏における活発な気象現象は成層圏大気の振動を引き起こします。この振動は大気の波動となって宇宙との境界である超高層大気まで伝播し、エネルギーと運動量を輸送することで宇宙空間に近い領域にまで大きな影響を与えることが分かってきました。 IC では大気の振動が超高層の大気や宇宙に広がるプラズマに与える影響を世界各地に設置した電波と光の受信装置によって調べています。こうした研究によって巨大地震の際に津波の影響による大気の振動が超高層のプラズマにも影響を与えることが見出されました。 IC の研究によって地球と宇宙の不思議なつながりが今明らかにされつつあります。宇宙地球環境研究所 IC では、これまで異なる分野で研究されてきた宇宙と太陽、そして地球周辺の宇宙空間と大気、さらに海洋や岩石圏と生命圏までも一つの包括した環境と捉えることで、新しい科学研究の展開を目指しています。それにより、これまで捉えきれなかった複雑な現象のメカニズムとその相互作用が明らかになることが期待されます。IC ではこうした従来の分野を超えた融合研究を通して地球環境問題の解決と宇宙に広がる人類社会の発展に貢献することを目指しています。また IC は宇宙科学と地球科学を結びつける唯一の共同利用共同研究拠点として2016年度に文部科学省から認定を受け、さまざまな研究コミュニティに多様な共同研究の機会を提供しています。さらに国内にある観測所と南極大陸から北極圏にまで広がる国際的な連携観測拠点を整備し、地球規模の強力な観測ネットワークを構築しています。一方 IC では多角的な視点を持つ若い人材の育成のために理学、工学、環境学の学部生と大学院生が最先端の研究を通して互いに協力し学び合うことができるユニークな教育の場も提供しています。宇宙地球環境研究所ではさまざまな研究分野の融合を通して地球と宇宙の過去と現在から我々の未来を探ることにより科学と社会の発展に貢献するための
新たな研究に挑戦したいと考えています。生命と文明を生み出した宇宙と地球を新たな視点から探る名古屋大学宇宙地球環境研究所。その取り組みは私たちの身近な生活から文明の未来にまで大きな関わりを持っています。我々は宇宙と地球とともにいかに生きるべきなのか。宇宙地球環境研究所 IC は国際連携研究の拠点として新たな研究に挑みます。